この研究所は昼夜関係なく明かりがついてるの。夜でもきらびやかな東エリアらしいわね。この研究所の設立時のコンセプトは、人類の理性は沈まぬ太陽のごとく。聞こえはいいけど、実際は残業続きで人も設備も休んでないってこと。ダニューブの箱舟にも休みのないおかしな部署があるわね。24時間明かりがつきっぱなしでスタッフがずっと働いてるんだって。やっぱり夕暮れと日没と星の輝く夜も必要だと思うのよね。太陽が沈まなかったら一日が永遠に続くことになるでしょ。そんなのいつかおかしくなっちゃうわ。残業を改善する方法はないのかな。何度も上に話をしたらしいけどダメだったみたい。ここの職員じゃないから具体的な状況はわからないけどね。あ、無駄話に夢中になってここに来た目的を忘れるところだった。じゃあ装備を選びましょうか。ここには最新の AVG がたくさんあるわよ。ここは近接武器の開発エリアよ。剣や槍、斧のように一般的なものから特殊な変形をするものや複合武器などがあるわ。動力、熱、電磁、爆発など様々なダメージ特性で選ぶこともできるわ。現在に効果的な武器を選択する必要があるからね。そうね、学院で基礎知識として学んだわ。今度の敵がどんなやつかまだわからないけど、一番得意な武器を選ぶのがいいわね。なら長い白人系の武器と浮遊砲を組み合わせたものがいいな。それならこの新開発のレーザーランスはどう？最先端の技術と新しい素材を組み合わせて作り上げた武器よ。内蔵されたスラスターがエネルギーを蓄積することで2段階の長距離高速ダッシュを実現したの。敵に強い衝撃を与えられる攻撃性能も併せ持っているわ。私にぴったりじゃない。浮遊砲は自立型のエネルギー砲台がおすすめよ。通常時は肩に搭載して自立モードが有効になると自動的に浮上して敵を捕捉し追跡と射撃を展開するわ。超高速戦闘時には周囲に気を配れなくなるから自立型はいろいろと便利よ。確かにいいかもね。じゃあこれで決定？ええ、いいわ。休日の午後のショッピングならもっとじっくり選ぶでしょうけど、こんなに順調に進むとはね。最初はどうなることかと思ったわ。ちょっと待ってください C 社。その2つはまだデバッグ段階です。あらヘイ、いたの？静かだったからてっきり休みかと思ったわ。私の性格知ってますよね。表に顔を出したくありませんから。この2人は視察に来た起業家でもおしゃべりな政治家でもないわ。ダニューブから支援に来たエリートよ。せっかくだから人と接する練習をしてみない？そんな可愛くて小さなお顔を一日中隠しているなんてもったいないわ。人をコミュ障みたいに言わないでください。私は研究が忙しいだけです。じゃあ最後に同僚と食事に行ったのはいつ？私の記憶力を試すつもりですか？甘く見られたものですね。半年前の金曜日の夜です。正解でしょ？え？ほら、質問の意図すら分かってないじゃない。
幸いこのお二方は礼儀正しいから笑うのをこらえてくれたみたいだけど。そんなことどうでもいいじゃないですか。私はただその2つの装備は貸し出しできないってことを言いに来ただけです。デバッグ段階なら仕方ない。使用中に問題が起こったら大変だからね。チャリサ、他の装備を検討してみるか。仕方ないわね。もう少し見てみるわ。助かるわ。悪いけど署内のことにはあまり詳しくなくてね。次におすすめできるのはごめんね、これも機密プロジェクトだからダメだって。機密プロジェクトか。企業からの特注品ばかりじゃない。デバッグ段階でもない完成した装備がこんなにあるのに一つも選べないの？選べるのは性能が低い型落ちばっかりじゃない。これじゃあ自分の装備を使った方がマシよ。こんなはずじゃ。新しい装備を提供するからあなたたちをここに連れてくるように言われたんだけど、これ私の責任になるのかな。まさか貧乏くじを引かされたとか？君の責任じゃないよ。心配しなくていい。面白いものもたくさん見れたし、未公開の新装備の視察ってことで。何慰めてるのよ。本当お人よしなんだから。東エリアならスムーズにことが進むと思ったのに、これじゃ教会の方と同じじゃない。謝りすぎても誠意がないって思われるだろうけど、ごめんなさい。こうして展示されている装備ですらこんなに制約があるなんて。研究所の中心部にある部外者が入れない研究室に近づいちゃダメってことは聞いてたんだけどね。そこでは元素結晶を直接素材にして開発された AVG 装備があって。 C 社ストップ。やばい、わざとじゃなかったんだけど。二人ともさっき話した秘密の部屋のことは忘れてね。余計に気になるでしょ。大丈夫。今別のことを考えていたから全然聞いていなかったよ。そう私もすっごく怒ってたから全く聞いてなかったわ。よかった。じゃあもう行きましょう。ここにいる意味もないし。親愛なる紳士淑女の皆様、パインレイドの理性の光を体現する AVG 研究所はいかがでしたか？誰？ここの所長？いえ、この声はドーキンス市長です。不可抗力により皆様に新たな装備を提供できなかったことを心よりお詫び申し上げます。皆様が今回の任務を遂行するためにどれほどの困難とリスクを負っているかは重々承知しております。そこで特別に非公開の搭乗型 AVG を2機提供させていただきます。搭乗型 AVG。 巨人化技術が確立される以前、現在に対抗するために使われていた巨大兵器ね。ドライバーという名称もそれに登場して戦っていた時の名残なの。はいはい、豆知識はもうたくさんよ。それよりも過去に活躍した搭乗型 AVG とやらが今さら何の役に立つか説明してもらえない？ナビゲーター様、そしてチャリサード・ロラン様、私から説明いたしましょう。まず性能についてはどうぞご安心ください。この搭乗型 AVG ファルコンは最先端の科学と工学技術により設計され開発されています。
登場型 AVG の開発を再開したのは私たちの研究理念、すなわち知性の力によって制約を乗り越えるためです。適合率という枷から解放され、誰でも訓練をすれば AVG を操縦し祖国を守ることができるという理想を実現したいのです。そしてファルコンは長期にわたる開発と調整を経て実戦にも十分適用できるようになったのです。でそれを私たちに操縦しろっていうの？ファルコンのドライバー、いえパイロットと呼びましょうか。パイロットはこちらで手配しますので、どうぞお二人はいつものように出撃していただいて結構です。他に問題がないことを証明するのならそれでいい。ご理解感謝いたします。ナビゲーターとして常に先頭に立ち挑戦するその精神、実に素晴らしいものです。なんなのあいつ、ムカつくわね。何の政治経験もないのに1年前に突然パインレードの新市長になったの。ただものじゃないことは確かよ。これは彼に利用されたかもしれないわね。私たちに登場型 AVG を提供すればテストと宣伝ができて一石二鳥ってわけだろうな。あんなやつに期待するだけ無駄だわ。考えてもムカつくだけよ。ほらさっさと現在を倒しに行きましょう。ああ、要件は済みましたか？それでは。